こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、恋愛観とか、結婚観とかかな、恋愛とか人を好きになるっていうこととか、そういうことについてお話ししたいと思います。で、人を好きになったりする気持ちってとっても素敵なことだと思うんですよね。人を愛し合うことっていうのは本当に素敵なことだなと思うんですよ。あの人を好きになる愛し合うっていうその気持ちってすごくこうエネルギー的にはとっても大きなエネルギーだし、なんていうのかな、やっぱりこう感情を感じやすいことだから、とってもいいことだと思うのね。でね、本当に今みんな愛し合えばいいと思うし、こうなんていうのかな、自分のそういうこの気持ちの地球ならではの感情っていうのをやっぱり本当みんなが、私もそうだしね、感じたらいいよって思うんですよ。それを今それで動画を撮っています。うん。でもともとのその私っていうか、まあ、今もそうなんだけど、あんまりね恋愛とか結婚とかっていうものがよく分かってないです。やっぱ宇宙人だなと思うんだけど、あんま興味ない分野だったんですよね。で高校生の時とか、そういう妹とかが結構恋愛が大好きで、それでよく相談されて気持ち悪くなってたなんていうの、相談されるとお腹が痛くなってますね。意味がわからなすぎて、なんでこんなに悩んだり、彼が私のこと見てくれないとか、なんか何をやってんのかがよくわからなくて、何を相談されてんのかもわからなくて気持ち悪くなってたみたいな感じで、私はずっと好きな人とかはいたんですけど、なんていうのかな、そういう気持ちも楽しかったんですよ。好きな人がいるっていう気持ちも大好きだったし、なんていうのかな、もうとにかくそういう誰かに相談するとかじゃなくて、人を好きになるってことはとてもいい気持ちだなというか、そういう感じでぐちぐちした感じはやっぱないんだよね。でなんていうの、そうそうそう。で一回その付き合ってた人でお前がいないとなんだろう、お前がいればいいみたいなこと言われたことあるんですよね。それでもう気持ち悪くなってなんていうの、なんかなんでそうなるのかが全然わかんなくて、でもだんだん最初にその人がいっぱいお友達がいたんですよ。だけどだんだんなんか私だけになってきて、友達とかもいいみたいになってきた時に、なんかすごくなんていうのかな、重いというか気持ち悪いなと思ってお別れしたこともあるっていう、なんかこうなんていうのかな、それはなんかとてもこう束縛みたいな感じになってくると思うからあれだし、束縛とかもだからよくわかんないんですよね。とにかく好きだったら好きで愛し合えばいいし、嫌いだったら嫌いで、グッモーニング、嫌いだったら嫌いで別れればいいし、その恋愛とか結婚っていうものに対して地球っていうのはすごくこうなんか制限があったりするから、私はそんな制限外しちゃえばいいのにって思うんですね。例えばさ、今の旦那さんとの結婚のことで、私はね旦那さんのことが大好きなんだけど、旦那さんが他の人に対して例えばこうなんていうのかな、求める感じっていうかね、誰か好きな人ができたり、なんかこうちょっとエッチしたいとかねそういうのがあったらいいよって思うんですよ。それでいいと思うし、なんで私に足りないからそういう風になってんのかなとか、そういう風になるんじゃなくて、なんかその彼の自由意志を尊重するというか、それでいい気持ちになってるんだったらいいじゃんって思うんですよ。なんかみんな別に一人の奥さんだけじゃなくていいと思うし、何人かいた方がいいんじゃないかと思うんですね。私だって何人かいてもいいんじゃないかとか、ちょっとだから変わって宇宙的なのかもしれないよね。でなんていうの、ずっと誰かと添い遂げるとか添い遂げないとか、そういうのもちょっとよくわかんないし、だからこういう型にはまった感じの恋愛みたいな、なんかなんていうの、一人だけとかっていうのはやっぱりちょっと不自然なんだと思うし、なんていうのかな、しょうがないんだけどね、そういう感じでそれでうまくいってたら全然いいと思うんだけど、やっぱりこの昔の考え方のさ持ってる男性とかも多いからね、女性の人で苦しい人も多いんじゃないかと思うから、まずはさやっぱりその自分が
人を好きになる、他の人を好きになるっていう気持ちを本当大事にしてあげるといいと思うし、もちろんその男性が結婚してる男性が他の女性を好きになるってこともとってもいいことだと思うんですね。でもコントロールは必要だと思うので、地球に生きてるからなんていうのかな、気持ちの上で自分で認めてあげるっていうのがすごく大事だと思うんですよ。抑えないっていうか、自分でちゃんと私はこの人のことが好きだって、愛してるっていう気持ちをこう認めてあげる。超楽しいよね。気持ちの中で楽しんでればいいんですよ。でそれでこう何とかしなければみたいな感じに持っていくとまたごちゃごちゃするから、気持ちで認めてあげればいいと思うし、伝えたかったら伝えてもいいと思うしね。それでこう愛し合えばいいと思うし、こうなんていうのはとても素敵なことだと思うんですよ。この感情ってとっても素敵なことだと思うの。こう人を好きになったり愛し合うっていうこの感情のバイブレーションですね。で、男も女もないんですよね、私の場合だと。本当にぶっちゃけて言うと全てが好きなんですよ。本当にこんな人いるんだなって。だから宇宙的なのかもしれないよね。男の人も女の人も好き。なんかこう女の人の体を求めるとかっていうのは特にないけど、とにかくなんていう存在が好きなんですよ。愛してるんですよね。女の人の存在もが好きなんです愛してるし、男の人の存在も愛してるし、どちらかというとやっぱ男の人の方が好きだな。やっぱ女だからね、性欲としては男の人なんだけど、こう存在としてのものはやっぱすごくこう愛おしくて愛しているんですよね。そういう感じだからすごくこう素敵なことだなっていう話ですね。そう今こういうところがさ、やっぱりこうかなり崩れてきてると思うから、その自分の気持ちを認めてあげるといいと思うし、今まで一人で頑張ってきた人はやっぱこうそういうなんていうのかな、自分の気持ちをもし素敵な人がいたら認めてあげるといいと思う。あえて持っていくのもいいよね。そうすると少しちょっとこうなんていうの、ホルモンが出てくるから綺麗になっちゃったりとかかっこよくなっちゃったりするから、なんかちょっと恋愛してみようかなって意図的にそうしてやる。なんかねやっぱりね恋をしたりすると本当にこうエネルギーが、恋とか愛とかってそういうものに触れるとエネルギーがなんだろうな、これな、やっぱこうあれがクンダリーニとかのさ、こう後ろのチャクラとかが活性化するんだと思うんだよね。後ろだったっけ、そうだね。活性化すると思うんだ。あとこのハートのチャクラとかがこう活性化してすごくこういいオーラ体全体がさ美しくなっちゃうというか大きくなっちゃうんだろうな。そうだからそういうのを本当に大事にしてあげてほしいなと思うんですね。で昨日なんかそういう、最近セッションやってるからいろんな人のやつ見てて聞いててじゃあ恋愛とかさ結婚とかどうやったらうまくいかせるっていうところで、相手がこっちを見てない時にどうかっていうところで、とにかくその人がっていう執着は一回外した方がいいんですよね。だからまず自分がその気持ちを認めてあげて、でね相手とか周りになんか問題があったりとか、だから自分のことを見てくれてないとかそれは置いといて、いろんな何か問題がある時に大体その自分の波動が乱れてるっていうことが見えるんですよ。だってうまくいっちゃうから、いろんなことがうまくいっちゃうし受け入れられるようになってくるんだけど、波動が乱れてるとなんかこうやっぱうまくいかない現実がちょこちょこあるんですね。そう気にしないね、波動が安定してるとねやっぱりね気にしなくなってくるんですよ。みんなのこと大好きだし、みんなが自分のことが好きになるんですよ多分。なんかそういう感じの、だってほら自分の心が満たされてるわけだからそういう感じなんじゃないかと思うんですね。だから自分がやっぱ波動を安定させてると、で自分で自分のことを満足させてあげるんですよね。今コーヒー飲みたいとか今ゆっくりしたいとかなんていうのかな、恋愛はとりあえず置いといて、それ以外のところ恋愛ももちろん楽しめばいいんだけど、それ以外のところで今の自分をすっごく満足させること
今で私とかは自分で自分にキスしたりするからね、こうやって自分でこうやっているじゃないですか。で目の前にキスしたいなとか思って、でも足りないんですよ、旦那さんじゃ足りないから自分で目の前に自分出して思いっきりこうジューってやらしてジューってやって、で気持ちいいみたいになってる時よくあるんですよね。それですっごい自分で満足してわー気持ちいいみたいにやって、やっぱこのなんていうの、ちょっと変な人みたいですけど、こうやって自分を満足させてあげるからいつも満足してるし、なんて言うんだろう、そうそうそう、こういう感じでとにかく自分をいつも満足させてあげると、なんかまあその人が自分のこと好きって言ってくれるかもしれないし、例えばなんかもっと素敵な人というか、その人じゃなくてもいいやっていう気持ちになってきて、違う人が同じような感じの人が現れて自分のこといいって言ってくれたりとか、なんていうのかな、例えばこう嫌だなって思ってる、まあ、パートナーのことを嫌だなと思ってても、パートナーがやっぱり良くなっちゃうんですよね。っていう感じで全体的に全部が本当に良くなっちゃうから、やっぱ全ての現実は自分の投影ですから、そのあたりのこうやっぱり自分を整えることが最優先ですね。これやってればやっぱうまく回っちゃうと思うんだよな。それでやっぱりこういい人が現れたり、現れるというよりもやっぱりこうなんていうのかな、執着しない、いてもいなくたってどっちでもいいみたいな感じでやってるといいんじゃないかと思います。でもやっぱりこう本当にこう愛し合うっていうのは本当素敵なことだなと思うんだよね。私男の子とも多かったのかな、なんか結構さっぱりしてるんだけど、でもやっぱりそういう人を好きになったり愛するっていうことはとっても好きな素敵なこうなバイブレーションだなと思うし、無理しない、一人で孤独で私はそんな素敵な人いないとか思ってる人も求めればいいと思うし、自分がやっぱりこうなんて言うんだろう、自分を満たしてあげて、そうすると人のことも受け入れてみようかなっていう気になってくると思うから、でそういうパートナーと一緒にいたり、なんていうのかな、パートナーじゃないとしたってこう一緒に人と何か交わってみようかなっていう気持ちが出てくると思うんですね。人を頼ったりそういうふうに受け入れられるようになってくると思うから、自分のことを満たすっていうことを一生懸命やるといいと思います。地球ならではのバイブレーションですよね。そして今アセンションの時ですから、本当にこういう恋愛観、結婚観であったり、あとさ、やっぱコロナのこととかがあって、私たちは結構大変な時を過ごしてるわけだから、こういうなんていうのかな、自分の気持ちで何か楽しいハッピーなことですね、ハッピーなことで何かこう自分の気持ちが出てる時はそれをさ楽しんじゃうといいよね。で私はとっても思いますので、よかったら参考にしてみてください。ちょっと私のみたいな人変わってるのかもしれないけど、みんな大好きですこれはもうずっとそうなんですよ、生まれた時からそうですからいつもありがとうございます。ではでは。